進撃の巨人完結後、多くの方が未だに何か腑に落ちないと感じている要素の一つは進撃の未来史能力についてだと思います。今回は進撃の能力に関する現時点での私の解釈をできるだけわかりやすく論理立てて説明していくので、ぜひ最後までご覧ください。またこの動画は前編と後編に分かれます。この動画が面白いと思った方は概要欄からぜひ後編もご覧ください。ではまずエレンがどうやって未来を見たのか、正しい認識を共有したいと思います。これは新解釈ではありませんが、間違って認識している方も多いと思われる内容なので念のため説明します。まず進撃の能力は未来の継承者の記憶を覗き見ることであって、未来の自分を見る能力ではありません。よってエレンは進撃の能力を使って未来を見ることはできません。なぜならエレンは最後の進撃継承者であり、エレンの先に継承者はいないからです。しかしエレンは自分の未来を見ることができました。それは9つの巨人すべてが持つ過去の継承者の記憶を見る能力によってグリシャの記憶を介して未来を見たからです。わかりやすく図解付きで説明します。まずグリシャは進撃の能力によって未来の継承者であるエレンの記憶を見ます。これはグリシャの記憶の中にエレンの未来の記憶が内在していることを意味します。そしてエレンは9つの巨人すべてに備わっている過去の継承者の記憶を覗き見る能力によってグリシャの記憶に内在する自分の未来の記憶を見たということです。したがってエレンが見た未来イコールグリシャが見た未来ということになります。ここまでは説ではなく事実です。間違った解釈をされていた方はこれを前提に私の考察を聞いてください。つまりエレンがどんな未来を見たのか解明するにはグリシャがどんな未来を見たのか考察すればおのずと答えは出てきます。ここでこのセリフを見てみましょう。なぜ全てを見せてくれないんだ。壁が壊されることを、壊される日を、彼らの安否を。このセリフからわかることは2つあります。まず1つ目は進撃の能力によって見る未来は断片的なものであり、未来に起こる神羅万象がわかるわけではないということです。そして2つ目が進撃の能力によって見る未来は自分で選べるものではなく誰かに見せられるものであるということです。つまりグリシャは誰かによって意図的に取捨選択された断片的な未来を見せられていたことを意味します。ここで言う誰かとはエレンでしょう。これらの事実から進撃の能力とは一つ先の継承者が一つ前の継承者に自分の未来を見せる能力なのではという説が当時浮上しました。しかし最終話を読み終えた上で私はその説を否定します。私が提唱する説はエレンただ一人が歴代の進撃継承者に対して自分の未来の記憶を流していたというものです。まず前者の説を提唱していた人にとってその証拠となっていたのは進撃の巨人は未来の継承者の記憶をも覗き見ることができるというセリフにありました。エレンの記憶でも最後の継承者の記憶でもなく未来の継承者の記憶という表現だったため、エレン・グリシャの関係性が歴代の進撃継承者に数珠つなぎのようにつながっているのではという誤解が生まれたのだと思います。物語の進行上この時点でエレンが最後の継承者となることを明かせなかったため、こういう表現になったのだと考えられます。そして最終回が終わった状況でエレン以外の進撃継承者として登場したグリシャとクルーガーが過去の継承者に記憶を流したという描写がなかったため、この説は否定し得るものと言えます。ここで改めて私が提唱するエレンただ一人が歴代の進撃継承者に対して自分の記憶を流したという説について詳しく考察していきます。まず先ほど出てきた未来の継承者の記憶を覗き見るという表現ですが、歴代の進撃継承者全員にとってエレンは未来の継承者です。よってこの表現はこの説に矛盾を生じさせません。次に皆がこの記憶に導かれたというセリフ、皆とは歴代の進撃継承者を指す言葉でしょう。そしてこの記憶とは礼拝堂地下でグリシャがレイスケを虐殺する記憶でしょう。つまり歴代の進撃継承者は皆礼拝堂地下での記憶を見せられていたことを意味します。この時点で一つ先の継承者が一つ前の継承者に記憶を流すという縛りはなく、一人の記憶を歴代の進撃継承者全員に流すことが可能であることが分かります。しかしここでの疑問として挙げられるのが、レイスケを虐殺した記憶はエレンのものではなくグリシャのものではないかというものです。確かに実際に手を下したのはグリシャですが、この時エレンはグリシャがレイスケを虐殺した時の記憶を見ています。これはグリシャの記憶がエレンの記憶の中に内在していると捉えていいでしょう。もしくはこの時エレンはグリシャの記憶ツアーで礼拝堂地下に訪れています。その時のエレン目線の記憶が
歴代の進撃継承者に送られたとすれば矛盾は生じません。その証拠に、エレンが見た未来の中にはグリシャに語りかけるエレン目線の記憶が含まれています。同じようにクルーガーのこのセリフ、ミカサやアルミン、みんなを救いたいなら、この言葉を未来で発したのはグリシャですが、その言葉を聞いたのはエレンです。つまりクルーガーはグリシャを見るエレン目線の記憶を見たと考えられます。よって誰の記憶だろうの誰とはエレンということになります。そしてこのシーンでもう一つわかることは、クルーガーは未来の記憶を見ているが、それが誰の記憶なのか分かっていないということ。そして無意識的にミカサやアルミンという言葉を発しているということです。つまりエレンの2つ前の進撃継承者であるクルーガーは未来の記憶を確実に感知してはいるが、それが誰の記憶であり、なぜ見えているかは分かっていないことが読み取れます。これらの事実を踏まえて私の説をさらに説明していきます。まずエレンはどうやって未来の記憶を送ったのかについてです。一般的な見解だと進撃の能力と答えるでしょう。しかし私は進撃の能力と始祖の能力、2つの巨人の能力によってエレンは未来の記憶を送ったと考えます。なぜならエレンが未来の記憶を送ったことで過去の継承者の行動が少なからず変わっている、つまり操られているからです。ここでこのシーンを振り返ってみましょう。人を形成する要因に記憶が大きく関わるのなら、お前の一部はベルトルトになっちまったんだよ。このセリフを採用するなら、誰かの記憶を見ることによって自分の一部が別人となり、行動や考え方に変化が見られることはありえます。しかしアルミン、お前の脳はベルトルトにやられちまった。敵に操られているのはお前だろうが。このセリフは以前の動画でも触れたようにエレンの嘘です。なぜならベルトルトは意図的に記憶を送っているわけではないからです。確かにベルトルトの記憶にアルミンが影響を受けている側面は多少ありますが、それがベルトルトの意思とは無関係なら操るという表現はふさわしくありません。しかし一方でグリシャはエレンによって意図的に未来の記憶を見せられました。その記憶によってグリシャが壁の王や世界と戦うように仕向けられたのなら、それはエレンに操られたという表現になるでしょう。ユミルの民を操る能力は始祖の巨人特有のものです。つまりエレンは歴代の進撃継承者を始祖の力を用いて操ったという捉え方です。ここで皆さんが思うことは、始祖の力強すぎないということだと思います。もし始祖の力には過去も未来もなく同時に存在するのであれば、始祖の継承者は過去に影響を与え、自分にとって都合の良い未来にいくらでもできるはずです。しかし例えば壁の初代王カール・フリッツは壁内人類が滅亡する未来を望み付箋のちぎりを生み出しましたが、結果的にそれは叶いませんでした。またクサバーの研究には600年ほど前に疫病が広まった際、当時のエルディアの王が始祖の力でユミルの民の体の設計図を書き換えたことで、その病に新しくかかる者が一人もいなくなったという歴史があります。本当に始祖の力には過去も未来もなく同時に存在するのであれば、疫病が流行る前にユミルの民の設計図を書き換えれば、そもそもその疫病が流行する未来にさえならないはずです。つまり始祖の力が与える影響に過去も未来もないというのは間違い、もしくはエレンの勘違いだと考えます。歴代の始祖の巨人が影響を与えられたのは現在だけだったという説です。感覚的には付箋のちぎりが100年間続いたことや、疫病にかからない体が持続していることから継続的に未来にも影響を与えているように見えますが、それは未来の始祖継承者によって上書き可能なものであり、自分が死んだ後は全てが思い通りに働くわけではないという意味です。事実、付箋のちぎりはジークによって出し抜かれていますし、安楽死計画にユミルが一時的に応えようとしたことから、体の設計図の書き換えも未来の継承者によって上書き可能なものだと考えます。そして本当に時を超える能力があったのは進撃の巨人です。しかし進撃の能力は時を超えることだけであり、過去や未来に影響を与えることはできない。しかし進撃と始祖両方を身に宿したエレンは、進撃の能力によって時を超え、始祖の能力によって過去のユミルの民に影響を与えることができました。さらにエレンは最後の始祖継承者だったため、未来の継承者に上書きされることもなく、全てを自分の望む未来に仕向けることができました。つまりこの世界には過去も未来もなく同時に存在すると感じることができたのは、始祖と進撃両方の力を手にしたエレンだけだったということです。エレンがそれを始祖単体の力だと勘違いした、もしくは最終話における説明がややこしくなるため始祖の力と簡潔に話したという説です。ここで一旦まとめます。進撃の能力とは時を超える能力であり、
具体的には未来の記憶を受信することはできるが送信することはできない。そして始祖の能力とは記憶の改ざん等を通じてユミルの民を操ったり体の設計図を書き換えたりする能力であるが、与える影響は自身が始祖を保有している現在のみで、それは未来の始祖継承者によって上書き可能なものである。しかしエレンは進撃と始祖の両方を有していたため、時を超えて未来の記憶を歴代の進撃継承者に見せ操ることができた。さらにエレンは最後の始祖継承者だったため、この巨人が支配した世界を自分の思うがままに導くことができたということです。この説を採用すると進撃の巨人に対する見方が変わってきます。歴代の進撃継承者は確かに歴代の始祖継承者に操られることはありませんでした。それは進撃の巨人に何者にもとらわれないという能力があったからではなく、最後の始祖継承者エレンによってずっと操られていたからという考え方です。では次にエレンはなぜ未来の記憶を流したのかについて説明していきます。これは大きく分けて2つ理由があります。1つ目は先ほども述べたように歴代の進撃継承者を操り導くためです。エレンは礼拝堂地下の記憶を歴代の進撃継承者に送ることで王家から始祖を奪うように仕向けました。しかしエレンに導かれていると実感していたのはグリシャだけであったと思います。なぜならエレンという存在を知り得るのはグリシャだけだからです。クルーガーらグリシャ以前の進撃継承者は無意識的に未来を見せられてはいましたが、それが誰の記憶なのか分かっていませんでした。いや、分かるはずがありません。なぜならエレンの存在を知る由もないからです。ですから誰のものかも分からない記憶が見えていたとしても自分が操られているとは思わないでしょう。むしろ他のユミルの民が歴代始祖に操られている中、自分だけ操られていない状況を見れば、進撃の巨人とは何者にもとらわれない巨人であると勘違いしてもおかしくありません。またこのシーンでグリシャを奮い立たせた父さんが始めた物語だろというセリフは、過去の記憶を見たエレンがクルーガーのセリフを借りて話したと考えられていましたが、そうではなく、この場面の時点でエレンの未来を見たクルーガーが話したセリフだった。つまりそもそもこのセリフはエレンのものだったと捉えることができます。さらに言うと、ここでライナの巨人化を止めなかったのはクルーガーの意思ではなくエレンの意思だったとも考えられます。なぜならライナが巨人にならなければ今の道につながらないからです。また壁の中で人を愛せというセリフもエレンが自分が生まれる未来に仕向けるために言わせた言葉であったかもしれません。もちろんクルーガー自身は操られているなど感じることはなく、自分の意思だと思い込んでいたでしょうが、エレンによって見せられた記憶によって多少なりとも考え方がエレンに近いものとなっていた可能性はあります。そしてこの説を採用すると様々な違和感が解消されます。まず進撃の巨人はいついかなる時代においても自由のために戦ったというセリフには違和感があります。たまたま継承者全員がもともと同じような思想の持ち主だったと考えるのには無理があるからです。しかし仮に進撃を継承すると自由を求める思想になるという性質があったとするなら納得はできます。そしてそれは特にそういった思想を持っていない人間が進撃を継承したとしても自由のために戦わされることを意味します。それはすなわち自由を求めて戦うことをエレンによって強制されることであり、それは不自由とも言えるのではないでしょうか。そもそも進撃の能力とは時を超える能力ではありますが、未来の記憶を受信するためだけの巨人でもあります。以前の動画でも触れたように、未来を見るとは一見すごい能力にも思えますが、その未来が一切変わらないのであれば、未来を見た者は未来にとらわれる奴隷になったとも言えます。これまでいろいろと言ってはきましたが、私はクルーガーが嫌いなわけでも、このかっこいいセリフを否定したいわけでもありません。自由と不自由は表裏一体だということが言いたかっただけです。そもそも自由を求めることができるのは不自由を感じているものだけです。家畜は客観的に見たら不自由な存在ですが、自分が置かれている状況とこれから自分が殺され食べられること、つまり未来を知らないため、家畜自身は不自由と感じることなく死んでいきます。つまり自由を求める者は不自由でもあり、自由を求めない者はある意味不自由さも感じないということです。これらを通して言いたかったことは、無知であることの方がいいということではなく、自由のために戦うことは不自由を背負って戦うことでもあるということです。そのため進撃の巨人の耳は不自由を象徴する豚の耳に似せたものだったのではないかという別の方の考察もありました。少し話がそれましたが、なぜエレンが未来の記憶を流したのかについて2つ目の理由を話したいと思います。2つ目の理由は、未来のエレンが過去の自分自身を操るためです。最初に話したように、エレンの見た未来イコールグリシャの見た未来です。つまりエレンはこの時
グリシャが見たものと同じ断片的な未来を見ました。それはグリシャにとって都合の悪い記憶、例えば壁が壊される日や彼らが食われることなどを見せないように取捨選択されたものでした。しかしその断片的な未来の中でエレンはあの景色を見たと言っています。あの景色とは地ならしの景色でしょう。そしてエレンがあの景色を見たということはグリシャもその景色を見たということになります。しかしグリシャはその景色を恐ろしいものと言っています。グリシャはエレンが見た未来と全く同じ未来を見たため巨人が消滅するという結果を知っていたはずですが、仮にその結果が待っていたとしても地ならしには反対の立場でした。グリシャはレイスケを殺すことさえ躊躇していた男ですし、もともとレベリオ出身の人間ですからこの大虐殺を受け入れることはできませんでした。その証拠にグリシャはエレンを止めてくれとジークに頼んでいます。しかしグリシャをうまく誘導したいのならエレンは地ならしの景色をグリシャに見せるべきではなかったはずです。それでもその景色を見せたということはこれはグリシャに対するものではなく過去の自分自身に対して送った記憶だったことがわかります。こちらの動画でも考察していますが、エレンは未来を見てすぐに地ならしを決心したわけではありません。エレンにも良心はありました。エレンも本当に人類の大虐殺なんてしていいのか迷っていたのです。そこで未来のエレンはあの景色を過去のエレンに見せることでそれを実現させたいと過去の自分に思わせる意図がありました。エレンはなんでかわかんねえけどどうしても地ならしをやりたかったと言っています。エレンは仲間のためだけではなくエレンの求める自由のために地ならしを決意しました。そしてエレンの求めた自由こそあの景色を見ることでした。エレンのサイコパス発言についてはこちらの動画でも考察しています。つまりエレンは未来の自分に見せられた記憶によって操られ誘導されていたということです。前編はここまでとなります。後編ではこれらの説のもとサシャの死は必要だった、グリシャの記憶ツアーは必要だった、エレンの取り視点、始祖と進撃の存在理由をテーマに考察します。引き続き後編もご覧ください。